はい、どうもこんにちは。ロイヤルブルーコーヒーのバリスタ豊です。本日はこちらのハリオスイッチの入れ方を3つご紹介します。美味しいコーヒーの答えは1つではありません。今日も自分に合った一杯を探しに行きましょう。前にもこのドリッパーを使った動画をアップしているんですけども、もしかするといまいちちょっと理解ができなかったかもしれないので、入れ方の違いもそれほど大きく感じれなかったので、よりはっきりとした入れ方の違いが出るように、前回とは違う3種類の方法にトライしていきたいと思います。人によって適した入れ方っていうのは多分違うと思うので、ぜひ最後まで見て自分に合った入れ方を探してみてください。本日使用するのは、こちらのハリオのスイッチというドリッパーになります。このドリッパーの特徴を理解する前に、まず透過式と浸子式の違いについて説明していきたいと思います。同じハリオさんのもので、こちらの普段使っている V60 とか角のようなドリッパーは、この下に穴があってお湯を注ぐとすぐに下に落ちてくるような仕様になっています。このように通り過ぎるお湯でコーヒーを抽出する方法を透過式と言います。イメージとしてはフィルターでお湯をこしながら抽出していくやり方で、特徴としては注ぎ方やお湯のスピードで味が変わりやすくて、クリアで軽やかなコーヒーになりやすいです。一方で浸子式というのは、コーヒーの粉をお湯につけておいて、しばらく待つ方法です。サイフォンとか水出しコーヒーもそのうちに入りますねが浸子式になります。紅茶やお茶をお湯につけて味を出すというとイメージが湧きやすいかもしれません。粉全体が均一にお湯に触れるので、成分がまんべんなく抽出されやすい、しっかりとしたボディ感やまろやかな味わいになりやすいのが特徴だと思います。本日検証で使う豆はこちらです。エチオピアのグジというところで、グジエリアの中でも最高峰に高い山の2300メートルで育て上げた豆で、品種は原生品種、もともとエチオピアである品種ですね。で、生成方法はレッドハニーです。はい、なのでナチュラルとウォッシュドのいいとこ取りをしているようなところですね。若干ナチュラル寄りになるんですけども、これはとても甘みがすごくあってとても美味しい豆です。ロイヤルブルーコーヒーで買います。今回のレシピに関してなんですけども、入れ方以外は条件を揃えていきたいので、全て 15g を使用して、引き目も中引きのうちで言うと7の1で固定して、それを使っていきます。抽出比率は1対15で揃えて、お湯の量は230という風な形で検証していきたいと思います。この条件で3つの入れ方を試して、最後に味の違いを比べたりとかしていきたいと思います。ざっくり言いますと、1つ目はハイブリッド式、いいとこ取りなんですけども、透過式とその浸子式の両方の特徴を狙える普段のドリップに近いやり方ですね。で、2つ目がノズィ式でシンプル浸子式というふうに命名しているんですけども、これは日本のロースターノズィコーヒーさんが紹介して広まった方法で、コーヒーの粉を全てお湯に浸して時間を置いてから一気に抽出するというとてもシンプルなやり方です。で、3つ目は後入れ方式で攪拌スタイルっていうんですけども、お湯を注いでから途中で攪拌を入れることで味が安定しやすい方法です。はい、それではね、実際に入れてみたいと思います。はい、ここで、今回使うハリオスイッチについて簡単に説明しておきます。日本語ではハリオスイッチですが、中国語では別名スマートドリッパーとも言われています。賢いドリッパーですね。見た目はハリオの V60 ドリッパーと同じ円錐形ですが、底の部分に小さなバルブがついてまして、それが大きな特徴です。このバルブを閉じている間はお湯が下に落ちず、コーヒーの粉をお湯に漬け込む浸子式となります。逆にバルブを開けていれば V60 と同じようにお湯が自然と下に流れる透過式となります。つまりこのドリッパー一つで透過式と浸子式の両方いいとこ取りまでができます。
1台でいろんなやり方が試せるちょっと特別なドリッパーなんです。はい、それではね、実際に入れていきたいと思います。で、豆は 15g ですね。で、豆を見てもらったらわかるんですけども、わかりづらいかな。高海抜、その標高が高いところで作られている豆って豆が小さいんですよ。育つのがゆっくりなんで美味しさが凝縮されているってことですね。で、豆をひいていきます。で、お湯の温度も統一したいので88度で統一したいと思います。はい、それではね、フィルターをつけていきましょう。はい、フィルター練習していきます。はい、じゃあね、実際に入れていきたいと思います。まずはですね、粉を入れていきます。で、スイッチは閉じた状態。はい、閉じた状態なんで、上ですね。上の状態で閉じた状態でいきます。で、通常の蒸らしはだいたい2倍の30なんですけども、今回は多めに入れて蒸らしていきたいと思います。はい、ではいきます。で、閉じているので、蒸らしのところの、はい、60まで入れました。だいたいね、この辺りですね。このラインなんですけども、こうやってバルブを、スイッチを閉じることで、お湯が下に行かずに、使っている状態、浸出式の良さが出てくると思います。はい、45秒蒸らしました。はい、落としていきます。はい、では続いてそのまま落としていきます。で、そのままもう目標値まで真ん中からずっと入れていけば230まで入れていきますね。この時ね、あまり早すぎると良くないかなとは思いますけども。はい、230です。あと落ちきるのを待てばいいですね。はい、落ちきりましたかね。では、閉じて、よいしょ。これで2分30秒ぐらいですね。はい、まずこれをちょっと軽く試飲していきましょうかね。おー、なるほど。まずですね、この方法で大切なのは、器具をしっかり温めてほしいです。なぜかというと、この方法はお湯を注いでから3分ほど置くので、その間、器具が冷たいとすぐにコーヒーの温度が下がってしまうので、温度が下がるとコーヒーの成分がしっかりと抽出されず、味がぼやけたり薄く感じてしまう原因になりやすいので、この、ペーパーフィルターの時にしっかりと器具を温めてもらえるといいと思います。はい。いつもよりを多めに温めております。で、ここでもうちょっと説明させてもらうんですけど、今回使用しているドリッパー02なんですよね。このスイッチにも01サイズと02サイズというのがありまして、通常1杯分入れるのであれば、小さいその01サイズで十分なんですけども、このノディ式はお湯を一度に完成量まで注ぐので、01ではちょっと溢れてしまうので、必ず02サイズ以上のものを使ってください。15g の豆を入れまして、閉じた状態で完成量まで一気に入れます。230ですね。はい、一気にいきました。だいたいこの辺りですね。8割方、8割満ぐらい。こんな感じです。いい感じでね。豆の鮮度によって膨らみ具合が違うので、若干差はあると思うんですけども、ざっくりと参考にしていってください。で、このままね、3分待ちます。で、待つところで、1分にしようかな。注ぎ終わったら、上からこう軽く混ぜます。こんな感じになりました。はい、このまま3分待つんですけどね。で、この方法なんですけども、とてもシンプルで、やりやすいんじゃないかなと思いますね。この方法だと甘さやフルーティーさが出やすいというのが特徴らしいです。ナチュラルとかレッドハニーなんかはフルーティーさが出てくるので、とても期待しております。はい、3分経ちました。ではスイッチを切っていきます。ポチッとな。ジャー。はい、
きますね。はい、落ちきりました。で、はい、一口飲んでいきたいと思います。軽く混ぜて。なるほどね。確かに甘さはさっきのやつよりかは多い気がします。で、コクもさっきのやつのが蒸らしのお湯の量で変わってくるのかな。はい、最後の方法に行きたいと思います。はい。でね、お湯を今回の入れ方としては後入れ、粉を後から入れる方式ですね。これちょっと特殊というか検索して面白いなと思ったんでちょっとやってみたいと思います。これでどんな味になるのかと。はい、まずはお湯をバルブを取ってからお湯を入れていきます。この違い230ですね。はい、ちょっと次にコーヒーの粉を入れて揃えていきます。はい、入れました。こんな感じになるので軽く混ぜます。で、30秒ごとに一度混ぜて、はい、30秒ごとに一度混ぜて、下の方に粉があるんでそれをこう混ぜる感じですね。2、3回混ぜたあたり、1分半ですね。1分半で落としていきます。でもう一回混ぜます。30秒経ちましたんで攪拌しておきます。この攪拌することでね、しっかりとお湯にコーヒーの粉が全体的にお湯に触れて美味しい味を出してくれるのでしょうというね。はい、1分半経つんで、ここで一回こう混ぜた後にバルブを開けていきます。ジャバー。最後まで落ちたら完成ですね。落ちてる感じはこんな感じですね。果たしてこれがどういう味なのか僕も気になりますね。説明によると、この攪拌を入れることで抽出液がより安定してしっかりとしたボディ感や再現性の高い味わいが得られるのがこの方法の特徴らしいです。はい、ちょうどね1分半で開けることによって2分半目標というか2分半の通常の抽出時間と同じなんで、それはいいところですね。これ色味がわからないんですけども、あんまり変わらないかなって感じ。はい、ちょっと飲んでます。意外とでもすっきりしてる。なるほど。はい、それではね、飲み比べをしていきたいと思うんですけども、第一印象、入れたてのところの第一印象を軽くコメントしたと思うんですけども、まずはハイブリッド式。一口目からしっかりとしたコーヒーの味が出てるようなイメージですね。他の2つと比べて蒸らし時間がしっかりとしているので、少量のお湯で蒸らしをすることによってガスの抜けが良くなって、でコーヒーの味がより出やすいという風なのができていると思います。なのでコクが、この3つの中では多分一番あるかなと思います。味わい深さでは多分一番コーヒーの味がしっかり出てるんじゃないかなと思います。で次にノズィ式ですね。一気に入れて3分待つってですね。多分酸味が一番感じられるのがこのノズィ式かなとは思います。酸味と甘みがしっかり出てて、で後味がちょっと苦味成分というかあるかなっていう感じですね。で僕としてはそのつけすぎなのかなというふうなイメージ。最後の最後の渋みというかいうのが若干出てるようなイメージがあります。で最後の後入れ式なんですけども、これは多分ノズィ式とそんな変わらないというかちょっと近いところがあるかなとは思ったんですけども、意外とこれすっきりしてるんですよね。初めに味がバッて出てきてすぐにスッて消えるようなイメージですコーヒーの味ってまずは強烈かどうか、味の風味が強烈かどうかっていう強弱と長さがあるんですよ。味わいがずっと長く続くっていうか、後味がずっとここに香りが残るっていう、それが多分一番少ないかなというか、すぐに消えてしまう、そういうようなスッキリさがあるような感じですね。でも甘みは結構出てるかな。甘みはこのコーヒー豆の特性っていうのもあるかもしれないですね。それではね、ちょっとまとめにいきたいと思うんですけども、まず本日このハリオのスイッチのドリッパーの3種類の入れ方をご紹介しました。それぞれのね、味の出方が変わってくるので、実際やってみて味の好みで選んでもいいですし、
やり方、こう何回も何回もこう分けて入れるのが面倒くさいよという人は一気に入れて混ぜてバッと出すっていう風な形でも全然いいので、自分のお好きなやり方でやってもらったらいいと思います。で、味の違いはあるんですけども、豆が同じでお湯も一緒、引き目も同じであれば、基本的にはその味の方向性、この豆の特徴っていうのは変わらないので、そこまで神経質になる必要ないかなとは思っています。まずは一つ目のハイブリッド式ですね。浸子式と透過式の、いいとこ取りというか、蒸らしは浸子式で蒸らしてて、その後透過式で、ゆっくりと流していくようなイメージです。これが一番普段の普通常の透過式のドリッパーと入れ方はそんなに変わらないと思います。で、次にノズィ式、シンプルに浸子式ですね。つけておく感じです。コーヒーの粉入れて完成量までいって3分待って流すっていう感じですね。それをすることによって、しっかりとつけておけるというような感じです。で、途中で混ぜても、僕今回は混ぜましたけど、混ぜなくてもいいかもしれないですね。注ぐ時にこう混ぜるような注ぎ方をすれば混ぜなくてもいいかもしれません。で、最後に後入れスタイル、後入れ攪拌スタイル。そのお湯を先に溜めておいて粉を入れて混ぜていくという、これ結構斬新なスタイルというか、そのやり方をなぜするのかをちょっと僕も理解があまりできなかったんですけれども、そういったやり方でも確かに味の違いは出てくるので、面白いなとは思いました。皆さんはどんなやり方が自分にフィットするかわからないですけども、僕の場合は味で多分決めてしまうと思うので、手間暇は別にかけてもいいかなと思うので、やはりハイブリッド式、この3つの中で選ぶと、ハイブリッド式の1番目のやつを選択するかなと思います。それではね、今日もコーヒーライフ、あなたにとっていいコーヒーライフが過ごせますように祈ってます。はい、それではまた。もしこの動画が参考になったり楽しんでいただけたら、ぜひいいねボタンを押していただけるとすごく励みになります。そしてチャンネル登録をしていただけると、最新の動画がアップされた時に通知が届くので、見逃さずにチェックしていただけますよ。これからも一緒に美味しいコーヒーを追求していきましょう。ではまた。